ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さてマリサ、今日は何についての解説動画なのかしら？今日は柔軟性について解説していくぜ。確かに体の柔らかさは大切そうよね。だが今回の動画は人によって意見が分かれる内容なんだ。そうなの。まあこれについては後々話すぜ。まず今日話す内容はこんな感じだぜ。あら、今回は随分と多いわね。でもこれでも足りないくらいだぜ。柔軟性の世界って奥が深いのね。だから今回は柔軟性編の最初だと思ってくれだぜ。それでは早速解説お願いできるかしらマリサ？もちろんだぜレ夢ム。突然だがレ夢ム、体が柔らかいとはどういう意味だと思う？例えば立ったまま床に手がつくかとかじゃないの？確かにそれができる人は体が柔らかいと言えるな。では体が硬い人と柔らかい人とでは、どこが違うんだと思う？それこそ筋肉の柔らかさだと思うんだけど。そうだな。だが例えばバレリーナのような180度開脚などでは、筋肉の柔らかさだけではなく、関節の可動域の広さも重要なんだ。関節の可動域？例えば男性と女性では、骨盤の形が違うから開脚のしやすさが違うという話を聞いたことはあるか？それ以外にもプロ野球のピッチャーは、利き腕の方が関節の可動域が広いという研究もあるんだぜ。それじゃあ筋肉の柔らかさは関係がないの？いや当然そんなことはないんだぜ。ここで覚えてほしいのは、体が柔らかいというのは筋肉が柔らかいと関節の可動域が広いという、二つの要素を含んでいるということだぜ。わかったわ。そして筋肉の柔らかさを説明するのに、そもそもの筋肉の構造を理解する必要があるんだぜ。ではそもそも筋肉とは何なのか？今度はそこを解説していくぜ。お願いするわ。まずレ夢ムも聞いたことがあると思うんだが、筋肉というのは一本一本の筋繊維が束になってできたものなんだ。そうね。それは聞いたことがあるわ。その筋繊維が束になってできたものを前筋、一般的に筋肉と呼ばれるものなんだが、筋肉と関節、腱の構造がこれだぜ。つまり筋肉と骨をつなぐのが腱、骨同士をつなぐのが関節ってことね。そしてこの筋肉と腱を伸ばせば体が柔らかくなるのね。それはそうなんだが一つ注意点があるんだ。筋肉を伸ばせば柔軟性が高まるのはその通りなんだが、人体はある程度の硬さが必要という研究結果があるんだ。そうなの？後で説明するんだが、簡単に説明すると腱は伸びた筋肉と骨をつなぎ止める役割をしているんだ。そして人体は筋肉の過伸長を防ぐブレーキの役割をしているんだが、ストレッチで人体が柔らかくなりすぎると、筋肉の怪我の原因になる場合もあるんだ。いわゆる肉離れなどね。他にも筋肉には、よくテレビで目にする筋膜もあるんだが、それについては後で動画にするぜ。それではまずは柔軟性と怪我の関係性について解説するぜ。今回はスポーツの例としてランニングを挙げるんだが、最初にランニングで多い怪我について話すぜ。わかったわ。まずランニング中は、常時体重の約 1.5 から5倍の衝撃が足にかかるんだ。もし体重60キロの人がランニングしたら、最大300キロも足に負担がかかっているのね。そしてジャンプをしたら、その負担は約10から12倍にもなるんだぜ。そしてプロアマ問わず、ランナーの約 70% が下肢に何らかの障害を負っているというデータもあるんだ。どんな怪我が多いの？一説によると、負傷の内訳の約 27% が膝、約 25% がハムストリング、足首または足の負傷が約 20% だと言われているぜ。そしてここでは特にハムストリングの怪我に注目していくぜ。一番筋肉量が多いものね。ではまずこの論文を紹介するぜ。この論文では、柔軟性に関するスポーツ障害のリスク要因は、関節の可動域、筋肉の硬さ、人体の過柔軟が挙げられたぜ。ちなみに人体と腱ってどう違うの？簡単に説明すると、骨と筋肉をつなぐのが腱、骨同士をつなぐのが人体だぜ。そして今回の動画に関係があるのが筋肉と腱の硬さなんだが、著者は筋肉の柔軟性が低い人は障害を起こしやすいと説明しているぜ。なるほどね。そして著者は先ほどのランニングのような膝の障害が起こりやすい人は、大腿四頭筋とハムストリングスの柔軟性に欠けると説明しているんだ。じゃあやっぱり筋肉の柔軟性は怪我防止に役立つのね。そうだな。そしてこんな研究論文もあるぜ。これはいわゆる文献レビュー論文なんだが、ここでもハムストリングスの障害の多くは、筋肉が過度に伸ばされた時に起こると説明されているぜ。じゃあストレッチは逆効果ってこと？どうしてそう思うんだレ夢ム？だって筋肉が伸ばされた時に怪我が起こりやすいんでしょ？
じゃあ筋肉を伸ばすストレッチは逆効果じゃない？その逆だぜレイム。逆効果の逆ってややこしいわね。過度に筋肉が伸びて怪我をするのを防ぐために、筋肉を適度に伸ばして準備する必要があるんだ。例えば筋肉を輪ゴムに例えると、いきなり伸ばすと切れてしまうから、事前に伸ばして最大身長を大きくするイメージだぜ。なるほどね。事前に筋肉をストレッチすることで筋肉の過伸長を防いで、その結果、筋肉の怪我を未然に防止するのね。そういうことだぜ。そしてストレッチにはいくつか種類があるんだが、これも別動画で説明するぜ。それでは次は、筋肉の柔軟性がどのような効果を与えるのか解説するぜ。この研究は通常のストレッチに加えて、MET の効果を確かめた研究だぜ。MET？ はマッスルエナジーテクニックの略称なんだが、ストレッチ専門店で行われる、他人の手を借りて筋肉を伸ばす技術だと考えてくれだぜ。マッサージとはまた違うのでそこだけ注意ね。まずこの研究の前提として、実はカバディも膝の怪我が一番多いんだ。そうなの。これはカバディが姿勢を常に半屈曲させていること、膝をひねって方向を変えるなどの動作が多いことが原因なんだが、アマチュアカバディ選手の 57.89% が膝の怪我を理由にスポーツを離れているというデータもあるんだ。そんなに多いのね。そして膝の怪我防止に有効なのが、ハムストリングスと膝の柔軟性なんだ。そこで研究の方法なんだが、通常のストレッチに加えて MET を行ったグループとそうでないグループに分けて、5日後にハムストリングスと膝伸展筋の柔軟性を調査したぜ。ちなみに2つの柔軟性はどうやって計測するの？長座体前屈などで計測している研究もあるんだが、今回は図のような計測方法が取られたぜ。長座体前屈じゃダメなの？ダメってことはないんだが、長座体前屈だと腰の関節の可動域の影響を受けやすいんだ。だから純粋な筋肉の柔軟性を計測するのにこの方法が取られたのね。そして結果はこうなったぜ。これを見ると MET を行ったグループ A は、ハムストリングスと膝屈伸筋のどちらも施術前と比べて改善しているわね。ああ、それに比べてグループ B は、膝屈伸筋は優位に改善したんだが、ハムストリングスは改善が認められなかったぜ。さらにグループ A はグループ B よりも、改善量が大きいんだぜ。人の力を借りた方が柔軟性には効果的なのね。そして筋肉が柔らかいことのメリットは、怪我の防止だけではないんだぜ。そうなの？この論文は実はスポーツ論文ではないんだ。じゃあなんでこの論文が選ばれたの？まずこの著者が最後にこの研究結果が、スポーツでも応用できると言っていたのが理由だぜ。そもそも何を目的とした研究なの？手で作業中にハムストリングスの硬さが体幹と骨盤のブレに与える影響を調べて、腰痛改善につなげることを目的とした研究だぜ。確かに直接スポーツは関係ないわね。そして実験方法なんだが、参加者に動力計をつけた状態で15キロの荷物を持たせて、下段から中段から下段に荷物を移動する際の骨盤と上半身の動きを観察したぜ。そしてその計測した結果がこれだぜ。今までで一番意味がわからないわマリサ。そうだよな。では結論から話すと、ハムストリングスの柔軟性が低い人は高い人に比べて、作業中の体幹のブレが大きく、そのブレを制御するための骨盤の調整を行う時間も長かったんだ。なるほどね。ハムストリングスの柔軟性が体幹のブレを抑える役割があることは分かったんだけど、それがスポーツとどうつながるの？まずスポーツで体幹は体を安定させ、バランスが取りやすくなるんだ。そしてバランスが取りやすいということは、不安定な姿勢でも安定して動けるということなんだ。例えば前傾姿勢での走行は、方向転換と加速に有効だし、体幹前傾角度が60度の時は立位の時に比べて、より多くの空気を取り込めるんだ。今までの研究では筋肉の柔軟性はカバディのパフォーマンスとの相関が低かったけど、柔軟性が加速や方向転換、より多くの呼吸ができるなど様々な能力を強化していたのね。そうなんだ。柔軟性は縁の下の力持ち的な存在なんだ。そしてそれは腱の柔軟性にも言えるんだぜ。今から筋肉と骨をつなぐ腱について話すんだが、これから話すのは全てアキレス腱についての論文だぜ。なんでアキレス腱なの？まずアキレス腱は下肢三頭筋とかかとの骨をつなぐ、人の体で一番大きな腱なんだ。そしてこのアキレス腱は足首のコントロールに重要な役割を果たしていて、スポーツでは重要な部分なんだ。そうなのね。そしてこのアキレス腱のストレッチの時間が、アキレス腱にどんな影響を与えるのかを調べるのが今回の研究の目的なんだが、レイム、アキレス腱の柔軟性はどうやって調査すると思う？長座体前屈とかじゃないの？それだとハムストリングスや腰関節の可動域が影響するから、純粋にアキレス腱の柔軟性を調査できないんだ。
じゃあどうやって調査するの？これはこの後の研究でも出てくるから覚えてほしいんだが、このように太ももを固定して、足首のみの柔軟性を測定するんだ。でもこれでも足首の筋肉の柔軟性や関節の可動域が影響するんじゃないの？まず足首の筋肉量はほとんどないから柔軟性の影響はないし、骨同士をつなぐ靭帯も横についているものがほとんどだから、関節の可動域の影響は受けにくいんだぜ。それなんだけどマリサ、靭帯も柔らかい方がいいの？これは少し難しい話なんだが、レイムはルーズショルダーという言葉を聞いたり、超軟体人間を見たことはあるか？あるわ。例えば肩関節の可動域が広いルーズショルダーの人は、人よりも肩の筋肉や靭帯が柔らかいんだが、柔らかすぎる筋肉や靭帯は、かえって怪我の原因にもなるんだ。でも硬すぎるのもダメなのよね？そう、野球でもピッチャーが腕を鞭のようにしならせるという表現があるように、柔軟な筋肉と靭帯は重要なんだ。要はバランスが大事ってことね。そして研究論文の話に戻すんだが、この研究には、8人の成人男性が参加して、片足ずつでそれぞれ異なるトレーニングをしたぜ。どんなトレーニングが行われたの？まず短時間収縮トレーニングと長時間収縮トレーニングの2種類なんだが、こんな感じだぜ。2つのグループの時間は分かったんだけど、具体的な収縮トレーニングはどんなものなの？これはさっきのアキレス腱の柔軟測定装置を使って行われたぜ。よくわかったわ。そしてトレーニングを行った結果がこちらだぜ。まず SC グループも LC グループも、男性エネルギーは優位な増加が認められたぜ。男性エネルギーって何なのマリサ？これはよくバネが例として挙げられるんだが、バネを伸ばしたり縮めたりすると、元の形に戻ろうとするよな。そうね。その元の形に戻ろうとする力を男性エネルギーと言うんだ。縮んで元に戻ろうとする力が強いってことは、それこそ一歩の移動速度なんかに関係しそうね。いいところに目をつけたなレイム。今回は調べていないんだが、その可能性は十分にあり得ると思うぜ。そしてアキレス腱の合成は、LC グループだけが優位な増加が認められたぜ。ごめんねマリサ。合成って何かしら？謝らなくてもいいんだぜレイム。合成というのは変形のしにくさを表した言葉なんだ。柔軟をしているのに変形しにくくなったの？それは逆効果じゃないの？その逆だぜレイム。合成が高いイコール変形しにくいんだぜ。私がさっき言ったことと同じじゃねえか。実は合成が高いのは良い面と悪い面があって、合成の高いアキレス腱を持つ長距離ランナーは、走行中の消費エネルギーが少ないという研究があるんだが、変形しにくいイコール足首のコントロール能力が低くなるということなんだ。つまり長時間の負荷には耐えられるけど、急な方向転換などには向かないのね。そういうことだぜ。さらに男性エネルギーの増加量は SC トレーニングの方が高かったから、カバディ選手などは SC トレーニングの方がウプ主はいいと思うぜ。と言いたいところだが、腱の合成には別の研究もあるんだぜ。そうなの？この研究は測定項目が多いから省略させてもらうんだが、最初に説明する用語があるぜ。それは何なの？ RTD とスクワットジャンプだぜ。解説お願いマリサ。まず RTD は、レートオブトルクデベロップメントの略称なんだが、直訳するとトルクの発生速度、つまり今回の研究では、0.1 秒後と 0.2 秒後に膝を伸ばす力の発生速度を調査したんだぜ。それはどうやって計測したの？参加者に計測計を装着してもらって調査したぜ。科学の力ってすげえ。そしてスクワットジャンプは、手の反動を使って飛ぶジャンプだぜ。前回のカウンタームーブメントジャンプは手の反動は使わなかったけど、スクワットジャンプは手の反動を使ってのジャンプなのね。その通りだぜ。そしてこの研究では、色々な統計分析を行ったんだが、見てほしいのはまずこれだぜ。これは何のグラフなの？これは縦軸が RTD、横軸が腱の合成の相関関係を表したグラフなんだが、腱の合成が高いほど 0.1 秒後でも 0.2 秒後でも、発生する力が高いという相関が認められたんだぜ。あれ？つまり筋肉の瞬発的な力ってことは？そう、筋肉の爆発力だぜ。さらに腱の合成は、ジャンプ力にも正の相関が認められたぜ。腱の合成が高いほど、強い負荷にも耐えられるから、より高いジャンプができるのね。そうだな。言い忘れたがこの研究では体重と筋肉量を正規化しているから、そういう過程を持っていいと思うぜ。そして最後に腱の合成と色々な要因との相関量がこれだぜ。ちょっとポイントだけ教えてくれる？そうだな。
簡単に言うと剣の剛性は、ジャンプ時のパワーや高さなど、ほとんどの要因と性の相関があると思ってくれれば大丈夫だぜ。でもカバディでは筋肉の爆発力も大切だし、クイックネスも大切だし、剣の剛性は高い方がいいのかわからないわ。そう、だから最初に話したように、これは人によって意見が分かれるんだ。無責任なようだが、色々な結論の論文がある以上、最終的な判断はどうしても視聴者にお任せすることになるんだぜ。みんな許してね。それでは今までの話を全てまとめるぜ。ハムストリングスが柔らかいだけで、こんなにメリットがあるのね。そうだな。直接の運動能力には直結しなくても、元々の運動能力を高める効果があるんだ。そして剣の柔軟性はこちらだぜ。剣の場合は柔軟性よりも、剛性が影響を与えているのね。ああ、ただし剛性が高いイコール足首の柔軟性が低いだからそこだけ注意してくれだぜ。でもアキレス腱のストレッチは重要なんでしょ？そうだな。どの研究も柔軟運動で腱の剛性が高まったからな。具体的には何をすればいいの？ YouTube でアキレス腱、ストレッチで検索するんだ。最後は他人任せかい。